こんにちは、みーぱぽです。今日は私が乳がん告知された時の話をしようと思います。私が乳がん告知されたのは今から約9年前の26歳の時で、きっかけがあって、その時全身脱毛をしていて、でそのためにはお店行く前に自分である程度全身毛を剃っていかないといけなくて、そのために前日に、カミソリ持って普段剃らないところも剃ってたんですね。でそれが胸の内側もあって、こう手を添えながらこう剃っていってたら、こう左手にコロッとしたものが右側の内側に見つけて、何これってなって、よくよく触ったらなんかしこりがある、万が一があるから検査行きました。でそれも知識が全くないから、なんかこういう婦人系イコール婦人科行ったらいいと思って、で最初地元の婦人科に行って、で事情説明したら、ここじゃ見れないって言われて、近くの、乳腺外来がある病院を教えてもらって、後日そこに行って検査を受けました。で検査っていうのはもう簡単にこう触って触診なんかこう触るのと、あとエコーで見たら、確かにしこりがある。でもお医者さんからしたら26歳やしまだ若いから、きっと良性の腫瘍でしょうっていう感じで言われて、でも万が一があるから、細胞診取っときましょうって言われて、その時はもう細胞診をして、2週間後ぐらいに結果聞きに来てって言われて、で予約して帰りました。そしたらその病院行って2日後ぐらいに仕事中に知らない番号からかかってきて、その病院からの電話やって、その瞬間、さって血の気引いて、普通におかしいし、2週間後に来てくださいねぐらいのノリやったのに、あっちからしかも2日後ぐらいにすぐ電話かかってくるっていうこと自体がもうおかしいってすぐピンときたから、案の定看護師さんか分かんないけどちょっと悪性っていう検査結果が出たから、すぐにでも病院に来てくださいって言われました。とにかくもうその瞬間、怖くてなんとも言えない。なんかその時からちょっとその辺は記憶曖昧で、上司にそれは言って、もう仕事どころじゃないからもう帰っていいよって言われて、それで家に帰るんですけど、お店出た途端泣いて母に電話して帰ったっていうのは覚えてます。どういう風に帰ったかとか、もちろん電車乗って帰るんですけど、その時自分がどんな状態だったかとかも覚えてないぐらい頭真っ白やったと思います。後日すぐにその病院に母と行って再検査っていう感じで受けるんですけど、検査結果を待つ間もすごい恐怖やったし、万が一があるからってすごい言われたけど、何が怖い、それが一番怖かったかも。結果悪性でステージ0で、しこりがそれぐらい1.5センチ約 1.5 センチしこりが、ある。で初期の発見。ただその時って若いから、今の私がその時の私を見たら、大丈夫、まだ初期やから全然完治目指せるよとか思うんですけど、その時ってそんな言葉誰ももちろん言わなかったし、ただでさえ乳がんで怖い、プラスいくら初期って言っても初期やからよかったねなんかもちろん誰も言わないし、ただ若いから進行早いからっていうので深刻な目で見られる。余計またそれが怖くて、とにかく恐怖で、もう一人ではいれない。26歳で大の大人やったけど、母親と一緒にじゃないと寝れない。会社休んでいいって言われてたんで会社行ってなくって、そしたら一人で家にいるなんかできないから、母が、幸い自営業やったから母親にもついて回ってて、下しか見えてなかったし、もう涙も勝手に出るし、食欲なんかもちろんないし、食べても味覚も感じないし、胸をわしづかみされたみたいにずっと息苦しくて、生きててあんな恐怖は味わったことないと思います。死の淵に立たされたような感じで、健康に生きてきたつもりやったから、病気とか自分が癌になるなんか考えもしなかったし、どっか人事やったし、いきなりそれが崩されたっていうか、目の前真っ暗になって、本当にとにかく怖かったです。でお医者さんにはとにかくすぐ手術して抗がん剤して放射線治療して、リンパ節も全部取ります、フルコースでやるっていう状態やったんですね。もう怖すぎて、ちょっとテンパってるのもあったと思うけど、
でその時2週間後に韓国行く予定してたんですね。行く気なんかもちろん、ないけど、なんかお医者さんに私韓国行きますかって聞いたら、行けるよ、今まで通り生活していいからって言われて、それが結構拍子抜きやって、今思ったら前向きな意味で言ってくれたと思うけど、その時の私はもういろいろ頭の中で先走ってるから、今の私の体の状態で乳がんになったのに、今まで通り生活していいって、乳がんイコール再発が怖いっていうなんか変な知識はあって、いつ再発するか分かんないし、転移するかも分かんないし、それが死につながるのに、今まで通りってそんなはずない、めっちゃ怖いってなって、ただの風邪でさえも、安静してくださいねとか AR も取ってくださいねとか言うのに、それもない、がんやのに疑問に思ったんですね。なんかでそこでちょっと一瞬、お医者さんに命預けられへんなって、一回ちゃんと自分で調べようって思って、初めてそこでがんって何なのかなって調べました。最初は乳がんって検索したらもう怖い内容しか出てこなくて、その時って死の確率とか、そういう調べ方をやめて乳がん完治とかで調べて、結局はがんは免疫力の低下で起こったってことが、単純に言ったら理解して、そうでよく考えたらすっごい免疫力低くて、その前後ね、よく風邪もひいたし、インフルエンザとかもしょっちゅうかかってたし、口内炎になるとか胃炎になるとか生理不順とか、とにかく思い当たる節がありすぎて、免疫力を上げないとなって、手術は一旦やめようって決めて、でなんかもっと納得いく治療をしたいって言って探しました。なんか他人に命を預けて何かよく分かんないがんに怯えてる時は本当に怖くて、で自分がちゃんと納得する治療を選んだんですけど、根本的な治療をしないと意味ないなって思って、免疫治療をしようって決めて、そこに行くことに納得しました。最初やった治療とかで食事の180度変えて、生活も180度変えて、食べ物も徹底して、かなりきつかったけど、自分の体が作ったがんをちゃんと自分が治すって決めて、そのために今できることをやろうってやってから、なんかすごく強く入れて、さっき言ってたような恐怖がどんどんなくなっていったのを覚えてます。この治療が良かったとかいう話じゃなくって、今思ったらいっぱい後悔はたくさんあって、でもこの時の私はそれを選んで、結果強くも入れたし、その2年後には一応就職はして良かったんですけど、ただ硬くなになっちゃった部分も今思ったらあって、もう免疫治療の方ばっかりに目がいって、自分の体の状態を知ることをしてなかったかなとか、でそういうのもこれから少しずつお伝えできたらなと思うんですけど、とにかくその26歳で乳がん分かった時はこんな感じでした。体の症状としたら全く無症状です。ただしこれに気づいたから幸い、気づいただけで、それがなかったら絶対気づかなかったってぐらい、ただよく風邪をひいたなとかあるけど、がんが分かるちょっと前ぐらいからサイドから刺すような痛みが今思えばあったなって思います。それが予兆やったんかちょっと分かんないけど、なんかそんなんはありました。そんなんでがんなんて思わなかったやろうし、普通に元気に過ごしてました。じゃあがんって分かってから体の変化があったかって言ったら、それはなかったです。ただやっぱり自分はがんやって認識するっていうのはすごく大きくて、それはかなり影響したかなと思います。ここからさらにいろいろこの後で、その時どんな治療を選んでその後変わっていくのかとかもお話ししようと思うんですけど、26歳でがんが分かった時の心情をお伝えできたらなと思ったのでお話ししました。一言で言うと、とにかく怖かったですもうただただ怖くて恐怖で、あんな恐怖はもう二度と味わいたくないっていうぐらいの恐怖で、とてもじゃないけど受け止めきれてなかったかなと思います。その時の私には。またそのいろいろ経験経て余命宣告もされるんですけど、私は、その時のお話もしようかなと思っています。ではまた。みーぽぽでした。バイバイ。